こんにちは。この動画では私の開発しているソフトウェア StoreX3D のインストールからデータの用意の仕方、ソフトウェアの使い方の簡単な説明をします。まずはじめに StoreX3D とは応力解析に基づきインフィルに素密を生み出すソフトウェアです。力のかかっている領域には密なインフィル、力のかかっていない領域には素なインフィルを生成することで全体として軽くしつつも合成の高い 3D プリントを実現するためのスライサーの前処理ソフトです。早速、この StoreX3D のインストール方法を説明します。StoreX3D の GitHub ページにアクセスをします。そのページのリリースと書いている部分をクリック。Mac、Windows、それぞれの OS にあった方をダウンロードします。Windows では Setup Wizard に従ってインストール。Mac では DMG を展開して StoreX3D をアプリケーションフォルダにドラッグ&ドロップしてインストールをしてください。インストールされたソフトを起動してこのような画面になれば OK です。次にこのソフトで使用するファイルを準備します。準備するファイルは2つあります。1つがパーツの STL データ。もう一つが解析の結果のデータです。この動画では STL は Fusion、解析は FreeCAD を用いて準備します。Fusion で簡単な肩持ち針を作ります。今回はシンプルな直方体です。データができればこれを出力します。まずはステップファイルを出力します。これは後ほど FreeCAD で解析を行うときに使用します。もう一つはバイナリの STL を出力します。これは StoreX3D でデータを作成するときに使用します。STL には ASCII とバイナリがありますが、バージョン 1.0.0 ではバイナリを選択するようにしてください。STL とステップが用意できれば FreeCAD で解析を行います。なお、使用している FreeCAD のバージョンは 1.0.0 です。少しカスタマイズをしているので UI がインストールしたばかりの状態とは異なるかもしれません。FreeCAD を開くと新規プロジェクトを立ち上げ、ファイルのインポートを行います。ここでインポートをするのは Fusion から出力したステップファイルです。次にワークベンチを FEM に切り替えます。FEM の中の A のアイコンをクリックします。さらにその横の丸いアイコンからマテリアルを選択します。今回はマテリアルは PLA を選択しています。次に解析のために高速と荷重を設定します。FEM の中の高速アイコンをクリックして表示されるダイアログから Add をクリック。高速させたい面を選択すると高速が表示されます。今回は横の面に固定がかかるようにしました。荷重も同様で、荷重アイコンをクリックして表示されるダイアログから Add をクリック。荷重をかけたい面を選択して力の方向と値を設定します。今回は上の面に下向きに20ニュートンの力がかかるようにしました。次に解析用に解析メッシュを作成します。取り込んでいるステップファイルを選択した状態で N もしくは G と書かれたアイコンをクリックします。好きな方で構いません。今回は G と書かれた方を選択します。メッシュサイズは小さいと精度は上がりますが、計算時間が長くなります。現状、StoreX3D ではそこまでの精度を求めないので、そこそこのメッシュサイズで十分です。ここまでで材料、高速、荷重、メッシュという解析に必要な4つのファイルがすべて準備できました。ここからようやく計算です。それは CCX Tools を選択した状態で Run ボタンをクリックします。このアイコンは隠れがちなので、もしなければドロップダウンメニューから探してください。数秒待てば解析が終了します。そのままでは解析メッシュとステップが表示されているので、これらを非表示にしておきます。解析結果を見るために、パイプライン CCX Results をクリックして、カラーリングの欄のフィールドを Formises Stress にすると、
応力分布が2度で確認できます。きちんと計算できていることを確認して、この結果を VTU 形式で出力します。パイプライン CCX Results を選択した状態で、ファイルからエクスポートを選択するとダイアログが表示されます。ここでファイルの形式を FEM Result VTK を選択してください。ここまででようやく STREX3D を使うために必要な STL と VTU 解析結果を取得することができました。では STREX3D を開きます。Open STL ファイルをクリックして Fusion から出力された STL ファイルをインポート。Open VTU ファイルをクリックして FreeCAD から出力された VTU ファイルをインポートします。STL と解析結果が表示されます。ここでプロセスボタンを押すと処理が実行され、応力に応じて領域が4つに分割されます。この4つの領域それぞれに違う密度のインフィルが生成されます。プレビューにおいてこれらの領域の表示非表示と透明度は右のスライダーから調整することができます。また、領域を分割する応力の式位置は左側のスライダーで調整が可能です。何メガパスカルから何メガパスカルの時は何%のインフィルというマッピングをここで調整することができます。今回は力がかかっていない部分から順に 8%、20%、30%、50% のインフィルとしました。スライスを行うスライサーは現在は Cura と Bamboo Studio に対応しています。今後他のスライスソフトにも対応していく予定です。設定が終わればエクスポートボタンをクリックして 3MF を出力します。この 3MF の中にはモデルの形状の情報やどの領域に何%のインフィルを作るなどの情報が入っています。このモデルを Bamboo Studio で読み込みます。そのモデルをそのままスライスすると力がかかっている部分には密なインフィル、かかっていない部分には素なインフィルが生成されます。今回はインフィルが見やすいようにトップとボトムの層を0層、インフィルパターンをジャイロイドにしてスライスをします。余談ですが、最終的な領域ごとのインフィル密度はスライサーでも決定できます。Bamboo Studio では左側の全般 OBJ というトグルボタンからオブジェクトごとの設定を決めることができ、STREX3D で分割されたそれぞれの領域ごとのインフィル密度は最終的にはここで微調整が可能です。ここまでいければ、あとは普段通りにプリントを行えば OK です。実際に 3D プリントを行うと、このように力がかかっているところにだけ密のインフィルを生成することができます。今回は Fusion、FreeCAD、Bamboo Studio を用いてデータを作成しました。しかし、これらのツールにこだわる必要はなく、他の CAD、CAE ソフト、スライスソフトでも STL、VTU、3MF が扱えれば問題なく STREX3D は動作します。今回の動画は以上になります。バグ報告や機能要望などがあれば STREX3D の GitHub や私の X などに連絡いただけるとありがたいです。